どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。せっかく大阪に来てから普段買わないもの買おうと思って買ったものが金つばだったさやですホテルのそう出たところになんか金つば屋さんがあって、そう、す金っごいつばがねちっちゃいすごいね金つば、しかもなんか蒸したて、蒸したて出来たてみたいな金つばがあって、そう、なんかそれっぽい感じのおじいちゃんがやってるお店でそうなんです16個入りを買ってしまいましたすごいな。もうみんなで食べる気で買ったんだけど、多分皆さん忙しいからそんな食べる時間がないっていう、さやだけ美味しく食べましたということで今回ね、今何にも大阪ポップアップで公開収録してるんですけれども、イエーイ、みんな見てる？誰にどういうメッセージ？わかんないみんなは見てるよということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか？せーの、ポンポコじゃないたぬきって書いてあるね。はいということで今回こちらです。 AI ということで今回やっていく企画はこちら。ででんでんででんでれれれれ。そこが長いと僕の大体ここのね入るタイミングがつかむ。長いなすごい長いな。オーケストラの指揮で遊んでる人みたいなね、私音楽の知識ないからこれが何を意味してるかさっぱりわからない何拍子で振ってるのかさっぱりわかんない。俺音楽できる人がやったら気持ち悪い振り方してるから今回やっていく企画はこの物語書いたの妻 AI どっちでしょう。いやはい。なんかこの間チャット GPT を使った企画はね、落書き部屋であったんですけど、今回はそのチャット GPT に僕もさやも好きなお題を3つ用意して、その3つの中の1つは全部自分で書いてるはいっていうお題なんです。だけどその中の2つは言ったお題から AI が書いたあらすじを用意してもらったっていうものになります。なので今から3回戦やるんですけど、はいそのあらすじをもとにキャラクターをそれぞれ1体ずつ書く、でそのキャラクターを見てそのあらすじをそれぞれ解説するけど、どれも自分で書きましたよと、このあらすじ自分が書きましたよという体で話すんですが、はその中の一つしか本当に書いたものはない、妻が書いたもの、夫が書いたものがないという状態なので、はいこの間やった食わず嫌い王みたいなね、あー、そうそう、この中にどれが嫌いみたいなうんやつやったと思うんですけど、それのちょっとこう AI で作った物語の中に自分の考えたあそうあらすじ版ということですね。いやもうね、はい散々ね、なんかこう、まあ、一緒にね映画も見るし、アニメとかも全部見るんで、はいいやお互いの好きな話はもう理解してるだろうという体で見そうなんです抜けるよね。これ見抜けなかったらちょっと気まずいですよね、いろんな意味で。AI にやっぱ負けちゃダメなのよ、やっぱり。 AI に言われるよ、 AI に言われる。物語作ってって。うわーAI に言われるんだ。 AI に言われる AI の中に入んなきゃいけないんだ。負けたらだってそういうことだからあ、そういうことか、完全敗北になってしまうから。そうだ、デトロイト・ビカム・ヒューマンやってないの？デトロイト・ビカム・ヒューマンめっちゃおもろいんですよね夏目さんち活動開始2ヶ月後ぐらいにやったゲームなんですけど、そもう一回やりたいなとか思ってるゲームなんだけど、う、だから、今回はねこれで妻の考えた話を見つけなかったら、私は AI を夫にするしかないわけだから、 AI を夫にするしかない、すごい状況になってるんですよ。私の好きな話を考えてくれる AI と結婚するわ。ありがとうゲイさん。デ怖っィストピアだんだんディストピアになってきてるということで、はい早速やっていきたいと思います。思います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。何これ嬉しい。嬉しい。なんかいつも撮ってるとね、思いますって言ってからここにちゃんとインターバルがね、撮影の間に挟まれてお茶飲んだりとかして、ね嬉しい。拍手していただけるなんて、はありがとうございます。じゃあ1回戦目何する？何するじゃない、今言っただろ全部説明を5分ぐらいかけて、じゃあ今用意してきたんですよね、さやさん3つ。いや、用意してさ、で動揺がすごい。多分皆さん大丈夫？理解できました？大丈夫ですか、今の説明わかりました。あ、よかった。はい、まあ3つとりあえずね、そうあらすじというかこんな物語がいいですっていうのをあらかじめこの AI に指定しなきゃいけないので、あ、そう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 。例えば夏目さんちがひどい目に遭うホラーサスペンスを110字ぐらいであらすじを書いてください、そして作品名も教えてっていうと、それっぽいものを出すんですよ、チャット GPT が。その指定文言は全部3つ自分で考えてるっていう状況なので、自分が好きそうな設定を
AI にも考えさせてるんで、そこがちょっとややこしいというか、いやそう紛れ込みポイントになっていくっていうことになります。いきますか、じゃあ。はい、じゃあということで1回戦目、はい1回戦目僕が書いたのか AI が書いたのか分かりませんが、タイトル10秒間の亡霊。10秒間の高亡霊。校生のユウトはある日突然10秒だけ過去に戻れる能力を手に入れる。最初はいたずら程度に使っていたが、ある夜路地裏で見知らぬ男が殺される瞬間に遭遇。10秒前に戻り助けようとするが、何度やっても男は別の方法で死ぬ。やがて彼は気づく、この能力の本当の目的に。そして次に狙われるのは自分だった。点々点。うわ原産っぽい、まあまあまだもう勝てないかもしれない。マジで。でもこんなのが3つ続くからね。やば、待って、10秒前に戻れる、まあでも一応あれだから、ここに対して今この物語のキャラクターはどんなんだろうっていうのを今から書くってことゲンさんが書くんだよね、はい、全部に書きますから。ゲンさんが書くことによってさらに分かんなくなる。分かんなくなるってことだよね、喋りながら、しかもそれが AI が考えたものだろうが自分が考えたものだろうが、この設定から深掘りしていくのはこういうことだよねをフリートークしてっちゃうから、余計分かんなくなってくるっていう。じゃあさやさんお願いします。1回戦目、はい1回戦目さやさんタイトル白穂の祈りです。白穂の祈り。白穂っていうのは白い穂。そう、白い穂に、うんそう白い穂、はいはい、はい、の祈り、物語は、山奥の白穂村では、白穂村。そう神の田んぼね、はいで育つ汚れ米を神に捧げ最悪を防ぐ儀式が続いていた。療養で村を訪れた愛は村の飲酒と汚れ米の秘密、そして自分が次の人柱に選ばれる計画を知る。逃げるか真実を暴くか、愛は己の母の過去と向き合い究極の選択を迫られる。好きそうだねさやね。飲酒村好きだもんねさや。大好きです飲酒村好きっていうのどうなんだって話なんですけど、ね。さやそのジャンル好きだもんね。いやもうね、私はほら、なんていうの、日本の飲酒ホラーのなんか真骨頂サイレンが大好きだということをはいそうだよね公言しておりますので、はいサイレンも飲酒村ものですからね。そうですよ、はい、なるほど。主人公は愛ちゃんですね。主人公愛ちゃんねはい、愛ちゃん。行こいやでもまだわかんないまだわかんないけど、僕の中で一個考えが一つある、これってやっぱりさ、最初から生きっていった方が面白いってことだよね、きっとね。う。何生きってこんなのさやさんじゃないって解釈違いを勝手に起こしといた方が間違った時に気まずいけど、さやさんの過激オタクのゲイさんとしてはってことね。そうこれも最初に言っておく。これ後で違っても知らないけど、これさやさんじゃないです。おお、さや迷ったけど僕はこれさやじゃないと思う。男の子と女の子の関係が絶対入るじゃんと思わない？最初にね入れないのかなっていう、そのあらすじに入ってこないから怪しいなというちょっと今ね思ってますじゃあ行きますか。1回戦目。嘘。手の上でもうトリプルアクセルよ、あんた。本当？よくないもんトリプルアクセルだったらくるくる回ってる。回れる回れる。タイマーじゃあ制限時間は今回どうしましょう。20分ぐらいでいきますか。そんな行く？はい。じゃあ15分で設定したよ。話聞いてた今じゃあまあいいや、一旦15分でいきましょう。ねはい。よーいーいスタート。はてさてねえねえねえ、はすごいね。カメラここなのにね。さやさんカメラ外にも書き始めてる。ご自由ですわ。自由なわけないだろうはいじゃあ行きましょう。そうだね、さやのどうなんだろう。でもね、私もね、これはね違うと思ってる。1問目から持ってこないというメタ読み。これはメタ読みすぎないいや僕という人間はやるかもしれんじゃん、1問目に持ってくるのは。この男はね、なんか人を騙すことに長けているよね。言い方悪すぎるいやでもね、あまりにぽすぎる。でも時間を巻き戻すみたいなさ、はいはい、そういう話ってよく好きだもんね、さや。にちゃーって感じで、ちなみにこれってさ、僕たちは相手に当てさせないのが正解なの？なんか分かんなくなってきたね、だんだん。確かに。いやでも当ててもらわないとさ、そうだよ、AI に負けられないよ。変わるんだよ。変わる？配偶者が配偶者が AI になっちゃう怖い世界だわ。そうでもね、高校生だからね、主人公は男の子が主人公なんで、こちら。あ、そうなんだ、はい、だって優斗ですから。優斗は高校生なの？優斗高校生だよね。ここに優斗の方いらっしゃいますか？ここに優斗の方いらっしゃいますか？優斗さんがここの場にいる可能性があるんだ。普通に本名を暴こうとしてる。確かに。でもすっごいタイムリーな話するんですけど、我々実は米津玄師のライブ行ってきたんですよ。そうなんですよ、行ってきちゃって、で奇跡が起きたんですけど、今ちょうど今赤いカーディガン着てらっしゃる方あたりぐらいの距離だった。あなた米津玄師だったんですよ。違う意味わかんない。どういうこと？そのぐらいの距離のすごい距離だった。すごい席で見ることができて、米津玄師の足音聞こえたんですよ。それが何だって話なんですけど、足音聞こえるぐらいの距離感でちょっとドキドキしちゃったね。ダンサーさんもねいらっしゃってて、ですごい近くでダンサーさんを見ることもできて、
でなんかこう女性のダンサーさんがこうバーってこう来て踊るシーンがあったんですけど、よく見たら一人だけ男性の方が混じってて、女性的なこう動き、なんかこう艶やかに踊ってらっしゃって、その方が結構体もこうがっしりしてる方なんだけどハイヒール履いてらっしゃって、私のもうそれでなくてもすでに歪んでいる壁がさらに曲がった音がしたね。なんかちょっと筋肉質の男性がハイヒール履いてるので、なんか新たな扉が開いたとか言い始めて。いや新たにその扉はもうずっと開いてた前から観音開きなんだったんだけど、もう開いてんじゃん。じゃあどうすんだよ。なんだけど、その先が何かこう大きな音を立てて折れた音がして、もうここでね、もうここで終わってもいいっていう終わりがはい、ということで1回戦目、せーのドン。はい、こちらありがとうございます。こちらのはい、さやさんが書いた白穂の祈りに出てくる愛ちゃんです。これは、で僕は10秒間の亡霊に出てくるゆうとくんを書いたんですけど、結構好きだな。結構好き、ありがとう。いやこれはでもねまだトラップですよ。トラップなんだ。これはさやも一応今のところ一旦言い切っとく。私も、こんなのゲイさんじゃない。そう解釈違い起こしてる。解釈違いを起こしてる。こんなに僕が好きそうな物語をね AI に作らせちゃったんですねっていうニチャリが解釈ニチャリが見えた。そのニチャリまでその解釈がなるほどね。で僕も一旦この白穂の祈りのこれ、でもなんかちょっと愛ちゃんのデザインの雰囲気は好き。主人公に心開いてくるタイプの男の子。そう女の子です。違いますね。違いますか。これさやさんじゃないですね、多分。だってさはい、ということでじゃあ1回戦目はこんな感じですね。じゃあ10秒間の亡霊と白穂の祈りは一旦今お互い AI 判定を一応下して、もう戻れないこれ。もう反抗したから今。そうなんだ。よし、じゃあということで早速2回戦目やっていきたいと思います。では2回戦目、じゃあ僕からいきますか。いきましょう。タイトル、インバーテッドワールド。もうボーイもうずっとボーイ。はい、あらすじ読みます。天井に海が浮かび、地面に空が広がる逆さの町で生きる少年リクは、ある日真下の正しい重力の町に住む少女ナギと出会う。2つの世界は見えるのに決して交わらないはずだった。だがナギの世界で人が空へ落ちる怪事件が発生。原因を探るうち2人は重力の真実と互いの世界の恐るべき事実を知る。はい、あらすじですね。果たしてこれは AI か夫か、ここから今からそのキャラクターを描いていくということですね。さあどうでしょう、さやさん。今のぽくないですか。めっちゃぽいね。ちょっとぽいんだよな。なんか全部ぽいのをやってるんで、キャラの名前がゲンさんがつけそうな名前なんだよな。リクとナギ。確かに結構好きな名前かも。そうそれこそなんかさ、リクとナギってさ、この間の赤ちゃんの名前ランキングにも入ってましたね。確かにそうだね。リクともナギちゃんもね。ナギくんか。ナギくんだったっけ。そうね。どうでしょうか。ゲンさんはなんかね、シンプルな名前を好むので、なんかこれちょっとぽいなって私は今思ってますね。入れてるんだ。まあじゃあさやさん教えてください。じゃあさやさんの物語いきましょう。2回戦目さやは、はい、さやさんの2回戦目の物語ははいこちらですね。何ですか。永遠の少年と時計塔のメイド。なんでそういうぽいのを持ってくるの。タイトルがぽいもんな。いや、わかんない。であらすじ、不老不死の魔法使いエリオと新人メイドのリタは時を戻す鍵と過去を癒し未来を耕す黄金の稲穂を探す旅に出る。呪われた時計塔に隠された謎を追う中で2人は絆を深めながら、エリオの不老不死の秘密と稲穂の魔力に迫る。稲穂をめぐる争いと自身の運命に抗い、2人は失われた時間を取り戻すことができるのか。ちょっと待って、米シリーズな今回。1回戦目もね、白穂の祈りで、白穂の祈りっていうね、汚れ米っていうね、なんかやばい米をめぐった物語。待って、もしかして全部テーマ米？何その紛れさせようとしてんの？いや、わかんないですよ。まだわかんない。なるほどね。どうですか？いやでもこれね、1回戦目はなんでさやのやつが違うかって話をした時に、僕は1回戦目はあらすじにボーイミーツガールが入ってなかったんですよ。さやは絶対男の子と女の子の関係性が絶対に描きたいってはずだから、あらすじにも入れるだろうと思って2回戦目入れてきましたね。手のひらの上ってわけ。もうそんなところを見抜いてるってわけ。手のひらの上でジャンプしちゃってる。もうすごいよゲイさん。もう飛び込み台みたいな感じで、もう私の手の上にこうやってくるん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 チタって感じ。着地までしちゃった。そう全然例えわかんない。その状態なんだ。いやでもこれ AI です。これ AI だと思います僕。
なぜだ。とりあえず書こうと。確かにな。ちょっとね5択はいいから早く書けよっていう話ですよ。2回戦目、今回も15分間用意スタート。いやでも今回ね、はい実は自分で作ったお話はねものすごい気に入ってるんですよ、さやさん。そうなんだ。そうすごい自分のね、はい好みにマッチしたなという。あるんですね、その自信が。そうじゃあそれ見抜けなかったら結構もうやばいってこと？そう第1部の時からずっと言ってるんですけど、はいこれ見抜けなかったら配偶者変えるからって言って、配偶者変えるから、怖いこと言うね。しょうがないよ。チャット GPT 君と結婚するしかないもん。チャット GPT 君と結婚できるんだね。その世界もやばいね。これディストピアだよね。ね、その世界もなんか一本かけそうだもん。せっかく大阪に来たから陸路おじさんでも捕まえて帰らないとさ家でも作らせる気で嫌がる。捕まえて帰るんだ。でもね実はねさやさんね、去年のね9月に大阪来ててプライベートで。ああそう、友達と一回行きました、ね。そう友達とねあれ来たんですよ。なんだっけあれです、マリアとハリー・ポッターが決闘したりとかしてる。決闘クラブにはなってないけど、そこユニバな。そうユニバユニバーサル・スタジオ・ジャパン僕10年前に行ったっきりで、さやと。てかさ、あとさ、ユニバなの？ユニバなの？ユニバ派。ユニバ派。おー。あでもやっぱりなんか関西地域の方関西圏の方ははユニバなんですか？ユニバてかマクドもそうだよね。そっか、マクド。サイゼリアは？サイゼ。サイゼそうなんだ。ミスド。ミスド3文字全部このドゥルルなんですね。ドゥルルの発音なんだ。おもろい。ということで2回戦目、インバーテッドワールド。永遠の少年と時計塔のメイド、せーのと。でもうわいい絵っていうか、源さんが描くね、この少年顔がいい絵ですね。ちょっとこれはだから上から降ってきた、そう逆のね逆さの町と、正常なね正しい重力の町の子たちがこう出会ってどうなっていくのかみたいなね話なんですよ。いやもうこれはもうこの2人の絆ですよ。おー、永遠の少年だからね、もうワードがいいよね。確かにね、永遠の少年ね。そう、永遠の少年とドジっ子ちゃんメイド、その時計塔で暮らさざるを得ないこの少年と、そこにこう無理やり連れてこられたメイドみたいなその感じでね。なんか最近聞いたなそれ。我々が最近やったゲームがあるんですけど、ちょっとなんか最後はそれに影響されてる感じを今僕は感じてますね。そういうなんかさメタ視点は良くないんじゃないですか。ああなるほどなるほど、良くないですね。それって作者に言及しすぎなんじゃないですか。ああそうです、すいません。でも作者に言及する企画だろこれ。つまり会おっとり会の話ですからこれ。いやどうかなってちょっと、なかなか結構なエリオ顔が描けましたけど、でも確かエリオ感はある。エリオ感あるでしょ。エリオとなんだっけこの子。リタ。あリタね。エリオとリタね。はいはいはい。リタってきっと幼稚園モード出てきちゃうねなんかね。でも10出してもいいよね。確かに。メイドと10の相性いいね。いいものとされてるからこの世界では。ということで2回戦目はまあまあまあ一旦僕は仮でこれちょっとさや AI なんじゃないかなって今思ってます。あら、このエリオ顔なのに。エリオ顔なのに疑ってます。でさや今迷ってるでしょ今。迷ってる、ちょっと迷い気味。ね、ネーミングがちょっと僕らしいということでそう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 、なんか横文字使いがち。インバーテッドワールドだしね、陸だしナギだしね。そう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 。源さんだって漢字も横文字で読めるもんね。確かに漢字書いても横文字振るもんね。そう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 。じゃあ次行きますか。いきますか。最終戦。これでピンとこなかったらちょっと僕やばいです。1回目2回目も AI じゃねって今言っちゃってるんで。私のこと何も分かってくれないのね、もうあなたとはいられないわっつってこうやってキャリーケースガラ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 って引いて今ここでじゃあ3回戦目僕がタイトル、僕らのアポカリプス。アポカリプス、タイトル僕らのアポカリプス。それは2020年7月23日東京オリンピック開催前夜に起きた。女子スケートボード代表14歳の少女サクはブラジル人選手のエイトールに出会う。彼は出会い頭に僕の言葉が理解できるなら今すぐ空を見ろと叫んだ。夜空におびただしい量の文字が浮かび上がる。見たことがない言語のはずなのになぜか瞬時に理解できた。これで全てが元通り。てんてんてん。待って、これもめっちゃ原さんっぽい。助けて。このままだと知らない男と結婚させられるわ。このままだとね AI っていう。さやさんいいよ、3回戦目読み上げてくださいよ。じゃあ読みますね。じゃあさやさんが AI かさや愛かにお願いしたタイトルは米は7つの恋をするです。
米じゃねえかよ全部3回戦全部米テーマじゃん何それ。はい、千葉県に住む米農家米原岳は宇宙船にさらわれ飢饉に苦しむ惑星ヘラータに連れ去られる。女皇と米を条件に地球機関の取引をするが、ヘラータには米作りの環境がない。岳はヘラータの技術力で稲作環境を再現すべく技術者たちを仲間にする旅に出る。は今回米3部作で行かせていただきました。あやばいね。はいあなんか急に自信なくなってきたわおかしいな。米原米原学米原岳です。学、はいまあどっちでもいいですよ。まあどっちでもいいか。分かった分かった。全て分かりました。そう分かっちゃいました。分かっちゃいました僕。どうなるか分かんないですけど、じゃあ3回戦目とりあえず書いていきましょう。嘘、始まらなければ終わらないのに。かっこいいようなかっこ悪いこと。やだ、だってこのままだと私、分かんないもん。どうしよう。まあ米原岳書くわ。ずっとさこのさ企画の趣旨としてさ、いやお互いのことよく分かってるんだったら分かるでしょうみたいなさこと言ってるけどさ、いやちょっとダバくらかしてやろうぜみたいな気持ちがなんかさおかしいんだよねあるからさ、ね、本当に分かりづらくなってるちゃんと。そうちょっと待ってこれ、私ちょっと2番目な気がしてたんだけど、急に分かんなくなったでしょ。もうあなたのことが何も分からないそれもう破局寸前なのよ。もう分からないわ。でもね今回作るのにね、自分の好きなものをカテゴリーにして、まず羅列してみるっていうので、そうなんですよね。よし全部好きだなトイレっつってやってよし通れってなってたよ。よしトイレ全部俺好きだってなって、いやでもちょっとねこれ味噌はね2020年7月24日なんですよね。2020年にオリンピック開催されてないんですよね実は。待ってこいつ惑わしてくる、やめてほしいそこが味噌ですよね。ゲンさんの存在ずっとミスリード。存在がミスリード。もうじゃあどんでん返しされるじゃん存在で。どんでん返しする私だって。私はあなたの妻ではない。それはさどんでん返しというかさ詐欺なんよただの。今までずっとチャット GPT にあなたが言った言葉を入力してそれで返ってきた言葉を読んでいただけなの。怖っ最近のチャット GPT マジでそのぐらい会話できるのびっくりするんですよ。この間僕X の方にねあげたと思うんですけど、ね、マジで口調を指定してそのまま喋ってくれたりするんですよ。引っ込み思案の女の子みたいに喋ってくださいって言ったらなんか急にチャット GPT が文章でとか言うようになって、どういうことと思って。でもね皆さんはまだ気づいてないんですよ、引っ込み思案の女の子みたいに喋ってくださいって頼んでるこの男の方が怖いってこと大体ギャルゲーとかさこういうの遊ぶ時にねそんなに機会もないんですけど大体そういうパターンのこの方に引き寄せられてしまう習性があって。アメリカのいい顔かけたの。嘘見せて。いい顔ですな。女の子ですよ。いやでもそういうボーイッシュな格好してる。だって女子スケートボード代表だもん。スケボー？スケボーでスノーボード？いやスノーボードじゃないスケートボード。スケートボードって板に車輪ついてる。そこまで説明しなきゃわからん。あれではカサカサするよ。本当にドライアイちょっとゲイさん感動させて。逆に来たい私のこと悲しませてみて今。どうやったら悲しませられるんだろう。あるかな。なんだろう。帰っても仕事いっぱいあるよ。ちゃんと悲しいんだ悲しいんだ。もう一息。ちょっと今月忙しくてパラちゃんとの時間があまりないかもしれない。もう涙。いやちょっとね今月ねすごいねこうみちみちな月なんですよ。いきます。はい。ということで3回戦目はい終わったということにしました。はいいきます。せーのドン。こういう毎回そういうの書いてるんですけどそうこういうなんかね、ワイルドタイプの男が死ぬほど困ってる顔がすごい好きなんですね、私は。こういうちょっと勝ち気な女の子が弱る瞬間が僕は好きなんですが、なんでどっちも弱らせてんねん。がはいはい10秒間だけ時を戻せる少年の話と重力が上下反転した少年少女の話と突然ある日全ての世界の言語が15歳以下の少年少女で通じ合えるようになってしまったっていう話と、田舎の怪しげな儀式の謎に踏み込んでしまったでも自分も人柱になってしまうかもしれない女の子の話、話とはい不老不死の少年と新人メイドちゃんが時計塔の謎を解くために奔走するお話と宇宙に突然知らない星に放り出された米農家が米作りのために冒険する話ですね。みんなはどの米物語が読みたいですか？
はいでここからははいちょっと当てる時間なんですよ。いや本当にいやらしいチョイスがいやらしい。今までなんか出てきたじゃないですか、重力が反転してる、10秒だけ時を戻せる、全世界の言語が共通になってしまった、ここの部分って全部源さんが今まで考えて私に話してた物語の一部なんですよ。そこをうまいことこいつ上積みのみたいなとこだけお玉ですくって投げてくるみたいなそんな状態です。でもさやも結構その節あるからね。いや私は好きなものをカテゴリーで分けて、あじゃあこれとこれでいいなって、よし通れっつってやって、惑わせ方が多分違うかもしれない。確かにさやは全部本当に好きな要素を出してきたけど、さやに関しては僕はもう知ってるものをお出ししてる。でも違うものにしているみたいな。そうだからもういやらしい。いやお互いのお互いの予想ね今度はさ、そう、はい推理をちょっ推理をとさらそう。これ1個目は絶対違うと思ってて、おで2個目なんだけど、これ一見これだと思うんですよ。僕も一見これだと思うんだけど、ちょっと違うと思ってる点があって、はいこれのあらすじもう一回読んでほしい。はい不老不死の魔法使いエリオと新人メイドのリタは時を戻す鍵と過去を癒し未来を耕す黄金の稲穂を探す旅に出る。そこはいそこです。何？過去を癒しって何？過去を癒しなんてさやが考えるのかなっていう、なんかすっごいそこ引っかかっちゃって。だって不老不死だからさ、何があるかわからないわけよ。確かにね。お前33年しか生きてないけど、この子は2000年生きてるんだぞ。知らんけど年齢はちょっとね、そのあらすじの書き方に引っかかった。設定は好きそうだけど、なんかあらすじの書き方さやかなみたいなっていうのにちょっと引っかかってて、で言うとね、これが一番さやが好きそうだし、なんか文章もさやっぽかったのがあって、千葉県の米農家の米原学って AI 書く？さやすぎない？あまりにも。そんな千葉県なんて入れたら分かりやすすぎると思いませんか？さやさんってさ、ここがお前とは違うので、あ、そういうことなんだ。貸し系ので、なるほどね。めっちゃトイレ行きたいけど今。あ、トイレ行きたいね僕は米は7つの恋をするで、農業ものの職業ものを宇宙でやるみたいなところをさやがやりたがってると見て、はいこれがさやが書いたものです。じゃあ、ケンさんはこれということで、じゃあ、さやさんの推理ね、はいあまりにぽいんだけど、やっぱりなんかそのあらすじの文章的に、ここの2つは割と簡潔にもう物語全部を言おうみたいな感じだったんだけど、ここだけその10秒間戻れるその能力を最初はいたずらだけで使っていたがっていう文章が頭に入ってて、それいらなくないかと思って。いらなくないか。一瞬なんか話のあらすじを言うんじゃなくて、ちょっと情景を入れたがってた気がするんだよこの人が。このねゆうとくんというキャラクターをこうちょっと表現しようと入れちゃった文章が人間感を出してしまったんじゃないかな。人間感を推理する話なのこれ人間感なんだ。君は人間だったんだよ。大丈夫これ、そんなに単価切ってさ。怖い、やめて。いいよ別に。だからねやだね、さやにさキャスター与えるとこうなるんだって。カメラにいないんだよこれ。じゃあ、はい、片方ずついきますか。じゃあ僕からいきますよ。はい、10秒間の亡霊は、はい、僕は書いていません。あーやっちゃいましたね。じゃあ、りくくんの話。りくくんの話、これは僕が書いていません。正解は僕らのアポカリプスでした。いやでもね、すっごい悩んだんだよ。最後のこれで元通りさ、はい、なんかこれで元通りって、うわやられた、本当やられた。いやこれはさやさん痛手ですよ今。あとか言ってるけど、僕も分かんないからねまだね。はい、じゃあこれね。はい、これお互いミスったらもう夫婦やり直していきます。無期限休止に入ります。嫌すぎるな。じゃあ行きましょう。はい、お願いします。じゃあこの米は7つの恋をする、はい、こちら私が考えた話です。くそー。つまり会の夫だったっていうわけですよ。ほらそれはそうだね。推理も結構合ってたんじゃない？いやこれ、違う、最初、新潟県にしたんですよ。やっぱ米どころ、新潟県の人にしたんだけど、そこでわざと千葉県に変えたのよ私。そうそれはなんで？いやなんかほら、まさかそんな千葉県って。そうさやが千葉県のさ、米農家の話なんてもうなんか、千葉県出したらもうでしょ、みたいなところを逆手につきたかったんですけど、他のやつはちょっと文体で。
いやそう文体だったねやっぱ。文体がねあまりにもねさやの書かない文体だったんですね。でもゲンさんがさ言ってたさ、ボーイミーツガールがないっていうさやが一番好きな150字だからこそ今ボーイミーツガールないけど、全部の話でボーイミーツガールだった。あ実際そうなんだ。そうそうそう。なるほどね。ちなみにこれだって7つの恋をするんですよ。確かに7つの恋をしてるから。これ最初バーってすごい長いの書いて、それをキュッて短くしたやつなんだけど、自分で書いたやつを要約したんだ。この技術者とこの惑星のね知らない星の惑星の技術者と環境を整えるって話なんだけど、これ全員恋愛ものだからこれ。なるほどね。これについて語らせてほしいもん。もうこれすっごい気に入ってるからじゃあいつかきっと書くらしいですね。そうでも見抜いてくれてありがとう。でしょ、ありがとう。見抜かないでくれてありがとう。俺はお前が嫌いだよちょっとポイントはあれなんです。2020年7月23日の話をしてるっていうこと。ああまあね。実際にオリンピックが開催されてない年代なんですよ。2021年だから東京オリンピックは。そうだね。そういうところもね、あるんです。そういう細かい設定がね。うんということで、今回の企画は僕の勝利ということで終わりました。ありがとうございます。すごい。私の10円パンの5円分ぐらいあげるよ。じゃあ。ありがとう。でもまだ半分。まだ半分しかくれない。2円でもいい。どうなっちゃうの形は。めっちゃ悔しい。でしょ。普通に悔しいこれ。これね非常にうまくいきましたね。ねこの感情をどうやって作品にぶつける力はないか。そうだよ。頑張るぞ。この回の人そういえばさ、皆さんよく考えたら絵描いてるところ全く見てないので、いやそれはそう。残り時間絵描きましょうよ。ね描きましょう。撮影じゃないのに絵を描きましょう。いや皆さんありがとうございます。お付き合いいただいて。何描こう。エリオ。エリオ描くの。エリオ描くわ。めっちゃ気に入ってるじゃん本当に。気に入ってる自分の話じゃないのに。でも設定は自分で考えてるからね。いや不老不死の少年、はい魔法使いの少年とみたいなワードでお願いしてるから、そら好きよな。うげさん目がカスカスする。嘘、カスカスしちゃった。目がカスカスするからちょっとなんかない？なんかない。私のことをさ騙したんだからさ思わず潤ってしまうような物語、物語140字であらすじを具体的に書いて、なんだこいつ。作品名もつけて嫌なやついるな。許せねえ。いやむしろなんかさ褒めてほしい。ゲンさんが書いた物語をちゃんと全部覚えてたから騙されたということ。そういうことね。そうだよ。夫理解ができてなかったわけじゃないんだ。そうだよ。夫理解しすぎたせいです。しすぎたあまりなんだ。何書こうって思って今書き始めたんだけどさ、何にものパーカーでも着るかこの子。あいいんじゃないの。何にものパーカーと判別できるところまで書ききれないねこの高さ。確かに。何にもこもこボアキャップをかぶせようこの子に。何にもわもわボアキャップ何にもこもこボアキャップってめっちゃ言いづらくない？そう言いづらい。商品名として何ありなんて思ってんだけどさ、ちなみに今日関西圏から来たって方はどれくらいいらっしゃる？あお結構いらっしゃる。ありがとうございます。関東から来たよ。関東関西以外関西以外ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でも嬉しいな、遠くから来ていただけるのも嬉しいし、関西の方についにこう来やすいところでできたっていうのも嬉しいし、そうそうそう。でまた3月だよね、そうだね。3月に原画展も大阪に来るので、はい、ぜひそれまたちょこちょこ告知を多分またすると思うんですけど、結構ね原画展関連の告知もあるので、そうてかなんでだ。なんか比較的好きな顔の子がかけてきてください。よかったね。なんでそんなすれてんの？やっぱ当てられなかったからそうだよ。悲願でんだ。だってもう私ゲンさんの妻から降りちゃったし。降りちゃったんだ。なんかエリオが描きたかったんですけど、ここまでしか描けなくてゲンさんはなんだか早くて。ゲンさん早くないなんだか。許せねえ。ということでなんで取り残す？いやだってこれ格下げだから。あそういうことか。みんなから映る価値なしになそうったね。そう映る価値なし。そう映る価値なしそう。映る価値なしになっちゃった。ここ辺でこうちょっとちっちゃめに映ってるわ。ということで皆さん、今日は本当にありがとうございました。